あれは俺がまだ漁師だった時の話。当時俺は地元では伝説のフィッシャーマンわらと言われるほど有名な漁師だった。いつものように海で泳いでいると前から大きなクジラがやってきて、嘘、やばい。そして食われた。シロナガスクジラは全長30メートルほどで重さは約180トンもある大型のクジラ。歯はなく、口の中にある400本の剛毛が櫛のような役割を果たして吸い込んだ海水と小指を選別する仕組みになっている。吸い込まれた瞬間に半端じゃない剛毛が俺の肌を撫でた。これやばくねえか。おい、飲み込まれる。俺は昔クジラに飲み込まれた事例を調べたことがあった。1891年、ジェームス・バートレーという男性がクジラに飲み込まれた。その後仲間の漁師がクジラを仕留めて丸1日半経ったあたりで腹部を切り開くと、中から瀕死の状態になったジェームスがいたというニュースがある。真っ暗な中、何か柔らかいものが自分を中へと押し合っていくように動いていた。うわ暗い。そしておかしい。なんか変だ。なぜそう思ったのかというと、シロナガスクジラの食道は人間が通れないほど狭いので、人間が食べられた場合、口の中に挟まっていつか吐き出される可能性が高い。つまりシロナガスクジラなら飲み込まれたとしても助かる可能性があった。しかし勘違いだった。シロナガスクジラだと思っていたそのクジラはマッコウクジラだったのだ。マッコウクジラは鋭い牙を持った肉食動物で、大きい食べ物でも消化できる体になっているため食道が太く、飲み込まれれば胃までまっしぐらだ。マッコウクジラの1本の歯は重さ 1kg、 長さは20センチあり、噛み砕くというより素早くかぶりついて丸飲みするために使われている。うわ、やばいやばい。俺はなんとか歯をかいくぐり食道を通って胃に到達した。暗っ。酸素薄いな。ここに来たらやれることなんて限られている。強烈な胃酸で溶かされながら4つある胃袋のうちの1つに生きたまま押しやられることになる。伝説の剣を突き刺して吐き出されるなんてことはもちろんない。クジラの胃には酸素がなくメタンガスが充満しているため呼吸困難になった。息が続かない。ダメだ。スミソニアンマガジンによると、魚の体内には酸素がないため飲み込まれた人は呼吸できなくなり、生き延びられる可能性は極めて低いそうだ。クジラが人を飲み込んだという記録が極端に少ないのは、もし飲み込まれた場合生還することはほぼ不可能だからなのだとこの時知った。マッコウクジラに飲まれると死ぬ。今日の授業は終わり。また来てね。